どうも、クピオです。今、フィールドスタイル2024にいます。今回こちらで発表になる新しいキャンピングカーベース車ご紹介します。そちらのキャンピングカーでクピオプロデュースキャンピングカーを作ることが決定しました。キャブコンです。今までの日本のキャブコンはトヨタのカムロードがメイン、そしてイスズビーカム、今回3つ目のベース車になります。新たな歴史が始まろうとしています。カムロードより少し小型のトラックになります。普通免許でも運転できる車です。カムロードと比較しながらお伝えします。日本特殊ボディさんはすでにその新しいキャンピングカーベース車で新作キャンピングカーを作っています。そちらも紹介します。いわばクピオプロデュースキャンピングカーの兄弟車のような感じです。新しいキャンピングカーのベース車で疑問点が、まずは価格ですよね。いくらになるのか、そして納期どのくらいでしょうか、そして走行性能。上位のベース車ビーカムの足回りは本当に素晴らしかったです。自分実際に乗ってみて感動しました。新しいキャンピングカーベースはイスズのエルフミオがベースです。エルフミオから足回り変更あるのか、カムロードとの乗り心地違い気になります。早速イスズブース行ってきます。到着しました。こちらがベース車のイスズエルフミオです。この車をベースにこちらが本日公開されたキャンピングカー専用ベース車、名前がトラビオです。このすでに乗っているシェルは日本特殊ボディさんで先行販売される新型キャンピングカーです。こちらも新型キャンピングカートラビオで作られた日本特殊ボディさんのキャンピングカーです。ベース車トラビオの特徴はこのエルフミオをベースにキャンピングカー用にカスタマイズされています。まずはこの足回りが強化されていました。走行性能、乗り心地良さそうです。後で詳しくお伝えします。そしてキャンピングカーの要、走行充電に大きく影響するオルタネーターがなんと 12V150A というとても大きな電気を生み出します。そして一番は普通免許でも乗れます。この辺が大きな特徴です。この車でキャンピングカー作るんですね。ワクワクします。自分の理想は小型だけど常設ベッド、トイレ、シャワーなど装備して長期滞在型キャンピングカーですと勝手に妄想しています。外装から見ていきます。まずはこのベース車のフロント、すごいかっこいいですよね。このポジションランプが LED で縦のラインと横のライン L 型になっています。そしてフロントグリルがこれ黒色なんですね。白のベース車だったら白と黒でツートーンでかっこいいですよね。そしてこのベース車トラビオの全幅が 1695mm です。これにキャンパーシェル分の幅が追加されます。それではサイド見ていきます。全長長さが 4690mm、燃料タンクは70リッター、尿素水タンクは14リッター。燃費は JC08 モードで 13.6 です。カムロードは約10なのでかなり燃費いいですね。走る距離はこちらの方が長いかもしれません。この辺は気になります。そしてエンジンは 1900cc ディーゼルターボ、最大出力120馬力、最大トルク320ニュートン、トルク結構ありますね。そして駆動方式は2駆です。車両重量 1970kg、車両総重量 3435kg、乗車定員はキャンピングカーによって変わります。トラビオのカラーは白のみになります。そしてこの中に内蔵されているオルタネーターが 12V150A と超大容量です。ちなみにトヨタカムロードは 130A です。そして専用の足回りです。リアがダブルタイヤ、これがダブルタイヤです。そしてホイールベースですね。これが 2500mm。 そして車両の安定性に関わるトレッド幅が前が 1395mm、 リアの幅が 1265mm です。そして最小海底半径が 4.4m、 カムロードは 4.9m なんでさらに小回り効きますね。そして専用に強化されている足回りがテーパーリーフサスペンション、このちょっと見えてる棒みたいなやつですね。これが通称板バネと言われるリーフサスペンションです。こちら強化されてますんで車体が安定します。そして横の棒ですね。黒いんで分かりにくいんですけど強化された専用のスタビライザーです。こちらで左右のロールを押さえます。そして前後ショックアブソーバーですね。これもちょっと見えにくいんですけどタイヤ4本に全てバネみたいなのがあるんですけど、これもキャンピングカー専用にチューニングされています。そしてブレーキは前後ディスクブレーキです。キャンピングカーのように重量のある車体でもよく止まってくれそうです。この辺は実際に試したですね。次運転席見てみます。まずはこの運転席のシートですね。トラックっぽくなくてこのスウェードと革両方使っています。そしてこのサイドの盛り上がり、これでホールドしてくれそうです。下はフラットですね。
少しお尻のところだけくぼんでいます。これノーマルでもある程度いけそうですね。ちょっと座ってみます。はい、お邪魔します。結構ね、やっぱり左右のホールド感はあります。もうこれノーマルでもいけそうですね。そしてこのパワーウィンドウスイッチもクロム調でカスタムされています。このドアハンドルも同じ色で統一されています。そしてこのパネルなんですけど、ピアノブラックインストルメンタルパネルといってノーマルのエルフミオより高級感があります。そして専用メーターです。こちらもかっこいいですね。こうやって見ると本当にトラック感はありません。なんか高級車のような感じがします。そしてこれシュートレバーなんですけど、ドライブモードにプラスマニュアルモードもあります。これでエンジンブレーキとか効かして重いキャンピングカーでも安全に走行ができます。やっぱりキャンピングカーを運転しているとこのフットブレーキだったら前のめりになるんですよね。なんでエンジンブレーキでブレーキした方がこのキャンピングカーが平行になってスムーズにコーナリングを曲がってくれます。そしてこれなんといっても電動パーキングブレーキです。従来のように手で引く方式のサイドブレーキや足踏み式のサイドブレーキの代わりになります。シフトレバーを P に入れると自動的にパーキングブレーキがかかり、シフトを D や R にしてアクセルを踏むとブレーキが自動解除されます。そしてその下ですね、これはめちゃくちゃいいです。オートブレーキホールドです。信号待ちなどでブレーキを踏んでもブレーキ踏んだと離せばブレーキがホールドしてくれます。でまたブレーキを踏むかアクセルを踏むとブレーキが解除されますんで、長距離旅もうめちゃくちゃ便利になると思います。街でにも快適ですね。そしてミラーは運転席助手席ともに電動格納式です。そして今回ドライバーサポート機能も充実しています。プリクラッシュブレーキ、車両や歩行者、自転車を検知し衝突の危険性が高まると警報及び緊急ブレーキで衝突回避や被害軽減に貢献するそうです。次は誤発進抑制機能。発進時前方に障害物を検知し必要以上にアクセルを踏み込んだ際にエンジン出力を制限、ブレーキとアクセルの踏み間違い事故に貢献します。あとは先行車発進のお知らせ機能もあります。信号待ちとかで前の車が出発した時に気づかなくて止まっていると知らせてくれます。次はふらつき警告、そして車線逸脱警報、そして面白いのがスマホで車の状態が分かります。バッテリーの電圧やオイル交換までの距離、エンジンの故障、問い合わせなど様々な機能がスマホでできます。これは便利ですね。こういった感じでスターリングにもいろんなボタンがあります。そして改めて見るとこのパネルスイッチ一つ一つなんかおしゃれですよね。男心をくすぐるスイッチです。そしてコピオプロデュースキャンピングカーについてなんですけど、だんだんと決まってきています。シェルはこれとは違うんですけどコンパクト予定です。発売時期は来年予定。内装レイアウトなんですけど、こちらは日本特殊ボディさんが発売するモデルです。こちらもせっかくなんで後で日本特殊ボディさんに詳しく説明してもらいます。自分が考えているキャンピングカーは長期滞在型キャンピングカー、リアにマルチルームがあるリアマルチルームモデルです。ここのリアのマルチルームにトイレを設置できるようにします。そしてシャワーもできるようにします。でベッドなんですけど、この横ではなくてこの縦ですね、こちらにベッドを設置予定です。ただコンパクトなのでいろいろギミックを考えないといけません。その辺も楽しみです。例えばなんですけど、マルチルームのシャワーとトイレ兼用にする場合、トイレを一旦取り出すのがテーマなんですけど、それをなんかですね、このスライド方式で奥の方にしまえないかなと思います。そうするとトイレを収納してマルチルームをシャワーだけで使えます。でこの常設ベッドも常に常設ベッドだったらやっぱりここかなり狭くなりますんで、軽くワンタッチで常設ベッドにできるようなそんな軽いギミックを作りたいですね。さあそれではですね、今日発表になったこの5つの新しいキャンピングカー専用ベース車両トラビをいちいち触れてみて分かったメリットデメリットをお伝えします。はい、まず1つ目のデメリットなんですけど、これかなり残念でした。 ACC アダプティブクルーズコントロールついてません。全車速車間前の車についていってくれる機能ですね、こちらはつきませんでした。これ一瞬 ACC かなと思ったんですけど、これは違いました。もうワンランク上のこの B カムですね、こちらは ACC がついていてかなり性能良かったんでトラビオにもつくかと思ったんですがつきませんでした。で2つ目のデメリットはこれ4個ありません。現在2区のみになります。リアはダブルタイヤなんで雪道にもある程度強いと思うんですけど4個も欲しかったなと思います。で3つ目も足回りなんですけど、カムロードはこのリアのタイヤとタイヤの幅がワイドトレッドなんですね。ここの幅が広くなっています。で広くなった方がやっぱ横の安定性ですね、横風やコーナリング時のロールが安定します。このトラビオはキャンピングカー専用ですがワイドトレッドではありませんでした。この辺は走ってみないと分からないんですがちょっと残念だなと思いました。次良かったポイントなんですけど、まず1つ目このオートブレーキですね。
これは本当にいい装備だと思います。やっぱり旅や街乗りしてるときずっとブレーキ踏んでると足が疲れてきます。それを離していけるようになるのはかなりのメリットだと思います。先ほどもデメリットでお伝えした ACC がついていない、こちらは追従してくれないんですけど、社外品でオートクルーズはつけることができます。そちらをつけると80キロなど高速道路を設定するともうずっと足離してアクセルを離したままで走行してくれます。で2つ目のメリットはなんといっても超大容量のオルタネーターです。150アンペアあるということで実際の走行充電でどのぐらい充電されるか楽しみです。3つ目のメリットは専用の足回り強化ですね。上位の B カムは素晴らしかったのでこのトラビエも乗ってみないと分からないんですけど乗り心地はいいと思います。そして車体が軽いので燃費がいいんですよね。これはかなりのメリットだと思います。 JC08 モードで軽油1リットルあたり 13.6 キロ走りますんで燃料代は安くつくと思います。でカムロードは先ほどもお伝えした通り1リットルあたり10キロ走るんですが実際は7から8になります。なので 2,3 割減と考えるとトラビオは 13.6 なんで1リットルあたり10キロは走ると思います。こちらもどのぐらいの燃費になるか楽しみです。次のメリットはこれ前3人座れるんですね。これ子連れの方は嬉しいと思います。ここに子供を乗せて大人2人で3人で前座ることができます。この補助席にチャイルドシートをつけれるかどうかっていうのはそのチャイルドシートによるとは思うんですけど、あまりお子さんが小さすぎると前はちょっと危険だと思うんですけど、ある程度大きいお客さんでしたら前3人座って旅で景色を堪能することができます。やっぱり後ろに座ると前と会話できないんですよね。なので前に座れるのはかなりポイント高いと思います。そして何といっても最大のメリットは普通免許で運転できることじゃないでしょうか。6速 AT なんでオートマ限定で大丈夫です。個人的にこのトラビアで気になるのが走行性能ですね。専用の足回りどうなのか、ショック縦の衝撃どうなのか、ロール街乗りのコーナリング時の横の揺れですね。そして 1.9 リッターのディーゼルエンジンということで街乗りの加速問題ないのか、高速道路の上りストレスないのか、早く走ってみたいです。そしてもう一つはオルタネーター150アンペアどのぐらい発生するかですね。こちらも早く検証してみたいです。今回の発表でベース車トラビオの全ての機能が分かりましたのでこの性能をフルで活用できるように理想のキャンピングカー1台を作り上げたいと思います。そしてたくさんキャンピングカー展示されてますのでいろんなギミックを見てよかったら取り入れたいと思います。最後にですねこのいすゞさんに直接お話ししてデメリットを感じた部分とか聞いてみたいと思います。はい、すみません。じゃあよろしくお願いします。お願いします。さあいすゞ自動車の、野原さんです。お願いします。設計のボスって聞いてるんですけど設計、および企画系ですね。はい、やらせていただいております。お願いします。まず特徴とかここが見てほしいみたいなポイント教えてもらっていいですかね。はい、わかりました。一番の特徴は2017年に免許制度が変わったんですけども、車両総重量 3.5 トン未満、これに抑えられる車ということで、18歳以上の方で、自動車の普通免許を取得していただいた方だったら誰でも乗れる車というような、車、キャンピングカーということでキャンピングカーの中でも特にキャブコンですね、こちらの、エントリーモデルとしたような位置づけで我々いすゞ自動車の方はそのキャブコンのベース車種としてこのトラビオを、今回開発、展開させていただいているという形になります。いわゆる乗用車でいう5ナンバーサイズに、抑えることができる、車で、あとは開販性ですね、非常に小回りが利く車というようなところもありますので、そういったところがですね今までそのキャブコン乗ったことないよっていう方でも取っかかりとしては非常に運転しやすい車になってるんじゃないかなっていうふうに思っています。でちょっと見させてもらったんですけど今回4駆がなくて2駆だけっていうなんですけど、それはなんでなんですか。ベース、開発のところで当然4駆の方も今シェアを今後の展開検討はさせていただいておりますが、先ほど言ったエントリーモデルといったようなところが一つで、どうしても2駆と4駆で価格差とかも出てきますので、そういった点と、あとはエントリーモデルということがあるので、いわゆるアクロ走行というよりかは通常の整地された道路の使われ方をメインで一つ考えているということと、あとトラックで考えると今実は2駆と4駆の比率ってだいたい9割が2駆で1割が4駆っていうような市場になっています。今スタビリティコントロール、横滑りですとかそういうところが出てきたときに電子制御で横滑りを抑制するような装置も付けさせていただいてますので、かなりの豪雪地帯ですね、北海道ですとかそういった方向までいかないような使い方であれば、2駆でスタッドレス履いていただいても、
十分走行は可能じゃないかなというふうには考えています。4駆じゃなくて別に雪道はそうですね、問題ないっていう感じ、いけると思います。かなりスイッチ行ったときは、チェーン履いていただくとか、そういった対処、必要になるかと思いますけど、本州の関東ぐらいの雪であれば、問題ないんじゃないかなというふうには思っています。ちょっとそれは安心ですね。今後なんですか、4駆の開発する予定とかは先ほど言ったように検討は、させてもらってます。わかりました。でもう一つすごいちょっと個人的に残念だったのがACC 前の車についていくやつですね、あれが上位の B カムついていたんで継ぐからって期待してたんですけど、ついてなかったってことが結構残念ポイントではあったんですけど、また今後作りたいとか。当然キャンピングカーなのでやっぱロングライドですね、高速使って長距離乗られるっていう方に対しては全車速クルーズコントロールって非常に便利な機能なので、今後ぜひね追加等は考えていきたいと思ってます。今回のその出だしについては先ほど言ったようにいすゞ自動車としては B カムとトラビオっていうことで、2ブランドを出させていただいていて、B カムがいわゆる本格キャンパーキャブコンということで、今までもキャブコン乗っていただいていたお客様でもうワングレードワンステップ高級といいますか使い勝手のいい車ということでご提案させていただいた形にして、トラビオの方については先ほど申した通り初めてキャブコンに乗られる方ということで、そのエントリーモデルとしてお手頃といいますかキャブコンを検討しやすいような車というのをコンセプトにさせていただいたので、少しお値段を抑えるためにわざと落とさせていただいたというところがあるんですが、皆様の市場の反響ですねを聞かせていただいてつけてほしいよっていうような声多くいただければぜひ検討させていただきたいと思っています。ぜひお願いしますやっぱり価格もどんどん上がっていきますもんね。そうですね、どうしても安全装置はその分少し、どうしてもお値段の方は上がってしまいますね。今回の安全装置信号の時とかでね交差点で衝突しそうになったら軽減してくれるとか衝突そういうのが結構たくさんついてるって印象だったんで、安全については結構ね人頭抜けてるというかね、そんな感じがしました。であともう一つ気になるのが足回りなんですけど専用のリーフスプリングとスタビライザーでショックアブソーバーもキャンピング用にチューニングされてると聞いたんですけど、それ実際乗られた感想とかってどんな感じですかね。非常にですね滑らかといいますか路面からのショックを吸収してくれる足回りになっていると思います。今までのトラックと同じようなサスペンション足回りにしてしまうと逆にその後ろが跳ねてしまって乗り心地が悪かったりだとか、あるいは中の家具ですとかそういったものが非常にきしんでしまうっていうところが分かってですね、それに対して、我々の方ではもうキャンピングカー専用にロングテーパーリーフと呼ばれる少し長めでたわんでですね路面のショックっていうか入力を吸収しやすいサスペンションを開発させていただいて、またショックの方もですね同じように非常に滑らかに動くものを新たに作らさせていただいて今回のトラビオ B カムにもですけど入れさせていただいてます。我々はその最初のサスペンション開発の時に実際にキャンピングカーを仮装していただいてキャンピングカーの状態で車をですねテストコースで走らせて評価をさせていただいたので今実際にB カムB カムですねを使っていただいているユーザーさんからはかなりその乗り心地というところは評価いただいているんじゃないかなというふうに思っています。逆に柔らかくするんですね、トラックよりも。そうですね、それ意外ですね。なんか強化してもっと強くするかなと思ったんですけど、強化してしまうと確かに頑丈にはなるんですけど、先ほど言ったようにショックを受けきれないで跳ね上がってしまうっていったところが出てきてしまうので、段差来たらバーンってキャンピングカージャンプしますからね。それで逆にハンドルの取り回しだったりも危なくなってしまうので。そういうことなんですね、ありがとうございます。で最後聞きたいんですけど、いすゞの B カムとかトラビオっていうのは日本特殊ボディさんだけしかキャンピングカー作ってないと思うんですけど、それっていうのはなんでなんですかね。実際に特殊ボディさんにだけ下ろすっていうようなお話じゃないし、我々がそのなんかビルダーさん選んでるっていうわけではなくて、
キャンピングカーに我々がその入るときに、キャンピングカーの中で、不慮の事故が、出てしまっているっていうお話を受けて、路上故障であったり、あるいは故障の作業中に、後続車に、追突されてしまって、命を落とされてしまったドライバーさんもいるみたいなお話を聞かせて、いただいて、いろんなキャンピングカーのところの、ところを調べたときに、当然車側の責任もあれば、一部やっぱちょっと使い方といいますか、キャンピングカーを設定する、作る際の時にもう少し配慮があれば防げたんじゃないのかなっていうようなところが少し見えたので、我々もその車種を供給するからには供給するだけではなくて、使っていただくお客様の安全を使っている間中もやはり少しサポートしたいっていうところがあってですね、キャンピングカーを作っていただくにあたってそういったところの我々の考え方に賛同していただけるビルダーさんに対してトラビオと B カムについてはお渡ししたいということで、我々の考えに賛同していただいたのがNTB さんだったっていうところになりますね。トラビオと B カムはいすゞ自動車のディーラーで、必ず整備をさせていただくようになっております。通常のやっぱキャンピングカーですと整備するにあたってボディ側から整備箇所にアプローチできないですとか、そういったものが出てしまってですね、ディーラーの整備サービスの方がお断りするっていうような話もそうですね、よくあります、調べていたので、そういうことをちょっといすゞのディーラーではしないようにしましょうと、やっぱりいすゞのキャンピングカーを購入していただいたお客様ですので、最後まで安全に使っていただくには我々のサービスを提供したいと。なのでそういったところでですね、一部ボディ側の方にもそういった点検のためのスペースですとか、そういったところを設計していただいてですね、我々のいすゞ自動車のディーラーのその純正整備といったものをメニューとして出させていただいています。それは買う人も嬉しいですね。ちゃんと買ったからにメンテしてくれるっていうの、でそこの信頼性もあって安全基準をクリアしてるから NTB さんに供給してるって感じですね。今後も他の作りようという人がその安全基準をクリアすれば供給する可能性もあるって。はい。一番やっぱキャンピングカーを使っていただいているお客様がやっぱり笑顔で旅行行って帰ってきていただけるということが大事だと思うので、やっぱ守っていただけるビルダーさんとやはりいいお付き合いさせていただきたいなというふうに思っています。わかりました。謎が解けました。本日はありがとうございました。それでは最後に日本特殊ボディさんが今日から発売されるこの新型トラビオのベースのキャンピングカー2機種ですね、こちら紹介してもらいます。はい、それでは日本特殊ボディのコーナーさんよろしくお願いします。はい、お願いします。今日から発売ですよね。はい、本日から発表させていただきました、輝きになります。サイズの方教えてください。はい、全長が 4880mm、 全幅が 1900mm、 全高が 2850mm となります。2m×5m の日本の駐車場にも、もう入るね、入ります。街にもしやすいサイズですね。はい。でこれレイアウトどんなタイプですか？はい、レイアウトなんですけども王道のセンターエントランスとなっております。はい、狭いからと思ったんですけど、はい、普通に4人座れますね。あ、そうですね、4人しっかり座れるタイプのものになっております。リアがこれ2段ベッドですかね？はい、2段ベッドになっておりまして、実は高さが変えられる2段ベッドになっております。そうなんですか？はい、あそこにちょっと出っ張りがあるんですけども、あのようにちょっとここの棚のところとこの下のところ、高さが変えれるってことですか？そうですね。お客様の例えば就寝人数だったりだとか、荷物の多さなどによってちょっと高さを調節できるようにしております。上にすればこの下のスペースが広大になるって感じですかね？そうですね。下の荷室がすごく広くなります。じゃあもう2段ベッドは使わずに1段だけでいいよっていう人はここにすれば収納が増えるって感じですね。はい、収納も増えますし天井も高くなりますね。面白いですね。はい、2段とも 1815×905mm となっております。900あるんですね。はい。じゃあもう結構広いですね、やっぱり。はい、結構寝返り打てるぐらいの広さ。そうですね、900あれば。ちょっとマルチルームはないんですけども、ちょっとした収納に。こんな感じですね。服とかいいですね。そうですね。半外パイプとかつけてみて。バンクベッドはここまでマットを
このような形で、はい。バンクベッドは 2060×1650 となっております。じゃあ長さが2メーター以上あって、はい、横幅が1600 1600なんで、はい、まあ2人寝たら、そうですね、まあ80センチずつあるんで、まあ大人でも十分寝れますね、2人。結構広々寝れそうなサイズです。そうですね。これなんか面白いエアコンついてますね。霧ヶ峰に変わります。これではないんですね。はい、すいません。はい、でもそれでも標準装備で霧ヶ峰のエアコンが標準で作るんですね。仕様となります。はい。こっち側はギャレーで、はい。コンロはもうないんですね。あ、そうですね。シンクだけで、コンロははいついておりません。はい。で収納があって、はい、で上に電子レンジスペース、はい、でこれはファンがありますね。はい、マックスファンがついております。これなんか照明がすごい間接照明。日本とかショボディさんっていつも照明綺麗ですよね。ありがとうございます。間接照明で、はい、ちょっと清潔感が感じられるような。で冷蔵庫は入り口にあります。はい。48リッター。48リッター。はい。冷蔵庫になっております。マルチルームはないんですけど、このダイネットが広かったり、特にリアのベッドですね。このサイズ結構狭くなるんですけど、横幅が結構広々してるんで、寝るのを重視してる方はすごいいいなと思いました。ここもダイネットのテーブルを下げるとベッドになるんですけども、はい、ここ一面がベッドになりまして、1810×1310mm のベッドになります。じゃあここも大人2人が寝れる感じですね。はい、わかりました。この輝きなんですけど、はい、価格はいくらですか？998万2564円からとなっております。1000万切ったんですね。はい、1000万切りました。頑張りました。でこれ納期はどのぐらいですか？納期はだいたい10ヶ月ほどいただいております。1年かからないですね。はい。で発売は本日から11月16日本日から、こちらの車両なんですけど、もう一台名前なんていうんですか？はい、こちらの車両はエクスペディションストライカーという車両となっております。なんかめっちゃかっこいいですね。はい、ありがとうございます。オフロードも意識されてる。はい、うちのエクスペディションシリーズは結構オフロードを意識した武骨なデザインとなっております。このバンドの部分なんかかっこいいですね。ありがとうございます。ガンダムのような、ね、男心くすぐるような感じ。はい、そうですね。結構代表がこういうデザインが好きみたいで、はい。ちょっと個人的な趣味も入ってるんですね。そうですね。中は本当は入れないけど、特別にいいっていいんですか？はい。はい。じゃあお願いします。はい。はい。じゃあお邪魔します。あ、すごい珍しい作り。この入り口面白いですね。あ、ちょっと今までにないようなデザイン。完全に空間が分かれてますね。この入り口のギャレのところに電子レンジと収納、そしてシンク、ね、冷蔵庫、でこっちも収納ですね。はい。ギャレの反対なんですけど、またこれも男心くすぐるなんかガレージのような雰囲気でめちゃいいですね。でこの奥がダイネットですね。でここも4人座れる。はい。4人座れます。でここもベッド展開、ね、はい、そうですね。できますよね。あ、こんな感じで全面ベッドになるんですね。でこれバンクベッドなんですけど、これは引くんですか？はい、引き出す形になっております。お、すごい軽くスルッと。これ展開楽ちんですね。ありがとうございます。はい、本当に楽ちんで、そのマットをここにやるだけなので、ね、これだったらすぐ寝れます。はい、こちらなんですけど開くんですかね？はい、開きます。ちょっと今は間に合わなくてこの状態なんですけど、はい、今後発売するものはここが開いているような仕様になっております。ちょっと狭いけど、まあ行き来はできますね。はい、ちょっと広がるかもしれないです。はい、なんかすごいおしゃれなオフィスのような秘密基地のような、そんな男が好きそうなキャンピングカーです。はい、じゃあちょっと降ります。これ降りるのも面白いですね。これこのストライカーなんですけど、価格はいくらですか？税込みで1033万9760円からとなっております。はい、納期はどのぐらいですか？納期はこちらもだいたい10ヶ月ほどいただいております。でまたこれも今日から発売という感じですかね？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。魅力的なキャンピングカーのラインナップが増えて、はい、ね、また自分でもプロデュースしますんで、いろんなイメージが湧いたんで、はい、またお店の方も行かせてもらいます。ぜひお待ちしております。はい、で、ニオンとコシボディさんからなんかお知らせとかありますかね？こちらのストライカーと輝きなんですけども、来週 NTB 本社と桑名店でフィールドスタイルアンコールイベントを開催しまして、試乗もできるイベントとなっております。これ乗れるんですか？はい、乗れます。11月の23日と24日
開催しますので、ぜひお越しください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、試乗できるのいいですね。自分も乗りたいです。でフィールドスタイル、他にも面白いキャンピングカーたくさんありますので、ちょっと気になるキャンピングカーありましたら、また別で動画撮っておきます。それではご視聴ありがとうございました。こんな感じで閉めることもできます。やっぱリアエントランスなんですごい広いですね。